食料品の消費税減税へ向けて、日本国民が物価の高騰に苦しめられている中で、一番期待されているのは消費税の減税ですよね。消費税減税のメリットとしては家計負担の軽減が挙げられます。第一生命試算では、食料品の消費税を 0% にすると、平均的な4人家族で年間約64万円軽減される可能性があると試算されています。また、安心感と物価対策として物価高への即効性が期待されています。このようにメリットの多い消費税の減税をできない要因として、日本の財政がギリシャより悪いと考えている石破政権は、なぜ無駄な外国人への支出を排除しようとはしないのでしょうか。税金をまともに支払っていない外国人への補助という無駄遣いを排除して消費税減税を実現すべきなのです。それができない最大の原因は今の日本の政治が中国共産党からの資金援助に依存する媚び中議員を生み出していることによると思えるのです。現在では媚び中議員は日本政治の根幹である岩屋を代表とする外務大臣や財務省など、東京の小池都知事などの重要な地位についています。日本人に不利で中国共産党よりの法律や制度を数多く成立させているのです。公認会計士の佐藤沙織さんが訴えているように小池都知事が統治している東京都では、東京都民の納めた税金から日本の企業には与えずに、中国の企業が日本で起業すると1億円もの補助金を無駄に与えており、外国人の教育費にも多額の補助金を出しているというの本当なのでしょうか。石破政権は参議院選挙の対策で国民1人当たり2万円の補助金を支出する決定をしたようです。しかし、これは一旦集めた税金をコストをかけて再度配り直すという極めて無能で、かつ無駄の支出なのです。これは政策というより愚策な行為に他なりません。そのようなことをする財源があるのなら最初から税金を徴収しないで食料品の消費税減税をした方が効果的なのです。消費税減税の財源がないと説明しているようですが、外国人に優遇されている補助金や外国企業や旅行者への消費税の還元をなくせばよいのです。特に外国人への社会保険は自費で民間の保険に加入させるべきなのです。我々日本人が外国に行くと自費で民間の健康保険に加入するように、外交の相互主義の原則から日本に来た外国人も同様に民間の健康保険に加入させるべきなのです。外国人は来日して1年以上居住が経過しないと日本の税金では無所得となり、生活保護も申請できてしまうのです。特にアメリカ人や中国人は全世界課税なので日本での所得でさえもアメリカや中国に税金を納めることになっています。たとえアメリカや中国の企業に日本の税金で補助して起業してもらっても、その個人所得の税金はアメリカや中国に納めることになってしまうのです。公認会計士の佐藤沙織さんによると東京都は日本に税金を納めない全世界課税であるアメリカや中国の外国企業に1億円もの補助金を出して起業させているというのです。このことは極めて信じられないことですが本当なのでしょうか。これは我々日本人が支払った税金が無駄に外国企業に使用され、日本経済には何ら貢献していないことになるのではないのでしょうか。現在実施されている500万円の少額投資家ビザや他の企業ビザなどはアメリカや中国人には当てはまらないのです。全く信じられないような我々日本人の支払った税金の無断な支出がなされてしまっているのです。しかもわずか500万円で投資家ビザを与えている中国人やアメリカ人には、日本の健康保険などあらゆる生活保護が日本の税金を納めずに無料で使用されてしまっているのです。このような無駄な税金の支出を削除するだけでも、日本の消費税減税の財源が確保できるというのが佐藤沙織さんが強く主張されていることなのです。今、物価上昇で苦しんでいる日本国民にとっては食料品の減税が最も熱望されており、急務なのではないのでしょうか。当時の消費税を導入した時の政府の説明では消費税の収入は全額社会保障に充てると約束して導入されていたはずなのです。今では実はこの約束が守られていないのです。今まさに消費税が全額社会保障に充てられていると思っていた日本国民は、消費税の約 30% も外国人観光客や外国企業も含めた輸出企業に還付されている事実が明るみになってきました。
しかも佐藤沙織さんによると、消費税還付金は食料品の消費税減税と同額であると主張しています。このような外国企業や外国人に有利になっている消費税の還付をやめるだけでも食料品の消費税減税が可能なのです。日本の国民が財務省解体デモを起こしてまでも消費税の減税を要求しているにもかかわらず、現在の自民党政権は消費税減税には財源がないという理由で、その実現には極めて難色を示しているのです。今の自民党政府が最優先で実施しなければならないのが、日本での税金をまともに支払わない外国人への無駄な支出を削減することなのではないのでしょうか。というのも、外国人は母国で保有する資産の所得は母国への納税義務があることから、日本の税金をまともに支払わない構造になっているのです。特に全世界課税制度を採用しているアメリカ人や中国人は、日本での所得も日本では課税できないことになっているのです。さらに不可思議なのは、日本の課税制度では来日して1年後に全ての税額評価の所得が明らかにされるので、来日した年は無所得として日本の税金が課せられないことになってしまっているのです。そこで生活保護など母国で裕福な外国人も日本の税金を全く支払わなくとも受給できてしまうのです。この制度が現在悪用されて、外国人による生活保護の不正受給が後を絶たないのです。このような現在支給されている巨額な外国人への生活給付金、生活保護、医療保険のただ乗りや中国留学生への奨学金などの無駄な支援や補助などを削減することで、日本の消費税の減税、とりわけ食料品に関する消費税減税を実現することが可能と思えるのです。過剰に税金を徴収されている日本国民の皆様は、このような事実に目を向ける必要があるのです。自分の納めた税金が外国人に無駄に使用されている事実を政府に訴えかける必要があるのではないのでしょうか。我々日本人が中国で生活すると、日本と同様に中国政府から生活給付金、生活保護、医療保険のただ乗りや日本人留学生への奨学金がもらえるのなら、相互主義で納得ができるのですが、そうではなく、自費で民間の医療保険に加入し、生活保護も奨学金ももらえないので、不公平気はまりません。現在、石破総理は参議院対策でせっかくコストをかけて徴収した税金から、給付金2万円を無駄に配るという、愚かな選挙対策としてのご機嫌取りを行おうと考えているようですね。そんなことをすることよりも、むしろ外国企業や外国人に還付金として使用されている消費税分をせめて食料品だけは除外してほしいものですね。現在日本で起こっている財務省解体デモは、日本人の税金が所得の半分以上も社会保障を含めて税金に搾取されている日本国民の怒りの表れでもあるのです。しかもその財源は税金を支払った日本人への福祉に使用されずに、税金をまともに支払わない外国人に使用されている構造が危機的な状況にあることを認識しなければなりません。